Mexico was the worst performer during the top 5, the evening rounds. Let's not even talk about the Q&A. Everybody else did better. She was the worst. Venezuela did better. Philippines did better. Thailand did better. Cote d'Ivoire did better. She could barely answer those questions. I think it's because she stood up to Nawat. You know that whole incident where she stood up to Nawat and then they were like, oh, she's a fighter. She stands up for herself. Maybe that's why they decided to give her the crown. Please, guys. Please. I'm so sorry to say this. I'm so sorry to say this to Mexico, but doesn't deserve that crown, unfortunately, guys. 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ミスユニバース2025からの話題になります。先日ですね、ついにこのミスユニバース優勝者が決定されました。今年はですね、メキシコがその栄冠を手にしたわけですが、まあ現在ですね、これを受けまして、このミスユニバース大炎上しております。すごいことになっているんですね。で、このミスメキシコというのはですね、2週間前のとある出来事により、これ日本でもそうです。めちゃくちゃ持ち上げられていたんですね。もう強い女性の象徴。このくらいに言われていたんですが、現在はですね、この評価が一転してしまっているんです。まあ、この意味でもですね、今大会というのは、もう歴史的に見ても非常に劇的な大会となっておりますので、何が起きているのか、詳細を詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、先日ですね、このミスユニバース、ついにね、その結果というのが出まして、優勝者が発表されました。今年はね、メキシコ代表がその栄冠を手にしたわけですが、これに納得していない人があまりにも多いため、その不正というのが叫ばれているんですね。で、しまいにはですね、この審査員を辞退した人物から、この腐敗というのが糾弾されているような状態で、もう本当にね、最悪のミスユニバースになってしまっているんです。ではまずですね、これね、2週間ほど前になりますが、皆さんもね、この件聞いたかもしれません。SNS ではね、かなり話題になっていました。ミスユニバースの幹部がメキシコ代表をバカと呼んで抗議の退場を引き起こしたため、大会から解任された。ミスユニバースの幹部が今年の大会から排除された。数日前にメキシコ代表をバカと呼び、出場者たちによる退場騒動を引き起こしたことが原因だ。ナワット氏60歳は式典を前に観客の前で25歳のメキシコ代表ファティマ・ボッシュを名指しし、同日行われたスポンサー撮影を欠席したことを強く非難したことで火曜日に大きな批判を浴びた。メキシコどこにいる？君たちはタイをサポートしないつもりだと聞いた。本当か？彼はそう言った。そして彼女をここね、ダミー、バカと呼んだ。ということでね、この時に何が起こったかと言いますと、こちらですね。これね、SNS でかなり拡散されたんで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。今回のね、ミスユニバースを運営しておりました、こちらね、タイのナワットという人物がいるんですが、この人がね、各国の代表を集めまして、説教を始めるんですね。で、どうやらですね、この日に撮影会というのがあったようなんですが、そこに参加しない代表がいたと。まあ、これに怒っていたというわけですよ。で、これがね、本当にいけなかったのは、なんとですよ、これ、ライブだったんですね。こんなのライブ放送しなきゃいいんじゃないかなと思いますが、これライブ放送だったんですよ。なのでこれがね、全部流れてしまったと。そしてこのね、ナワット氏、運営側からですね、メキシコがね、これに協力しないんだという話を聞いていたそうです。なのでここでメキシコ代表を名指しし、彼女をね、ダメ、まあこれバカという意味ですが、このように呼んだということで、この後ですね、この代表たちはゾロゾロとこの会場を後にしようとするんですが、ここからが良くなかった。このナワット氏はですね、セキュリティを呼んでこれを止めようとするんですね。もう最悪でしょ。これライブ放送されてるんですよ。セキュリティ。警備員を呼んでね、強制的にこの場を制しようとしたわけですよ。で、まずここまでがね、一つの文脈です。で、これに関してはですね、もう擁護のしようがないですね。もうこれはね、もうこのご時世、パワハラにしか見えませんし、そもそもこのミスユニバースのコンセプトとは真逆でしょ。女性を称賛しなきゃいけないような場所で、その男性としてね、権力を振りかざすなんてもうね、最悪なわけですよ。絶対やっちゃダメでした。なんだけどこれをやっちゃったんですね。なので、ここまではもう擁護のしようがありません。なんですが、ここにはですね、別の文脈というのがありまして、このね、ナワット氏の言い分というのは、全く筋が通っていないというわけではないんですね。彼が言っていたのは、今回ね、この大会が開催された国というのはタイですので、タイに敬意を払えと言ってるんですね。そしてそのプロモーションに協力してくださいと。
で、なんでこんなことをしないといけないのかと言いますと、やっぱりね、このミスユニバース、お金を稼がないといけませんから、様々なスポンサーがいて、プロモーションしてるわけですね。そしてこの間はですね、この各国の代表が、このプロモーションに協力することで、この大会というのが成り立ってるわけですよ。そしてそれに協力しないっていうのはどういうことなんだよと。これを言ってるわけですね。で、さらにこの時に持ち出したのは、こちらになるんですが、ミスユニバースメキシコのディレクター、ホルフェ・フィゲロアが、タイで逮捕。ということでね、ちょっとこれ全部は読みませんが、この時にね、何が起こったかと言いますと、このね、ミスメキシコを率いております、メキシコ代表のディレクターですね。この人物がですね、このね、ミスユニバースのスポンサーの中に、オンラインカジノの企業が入っているんですね。これはね、合法の国もありますからね。なんですが、タイではですね、これを宣伝することは厳しく禁止されているんですね。なんですが、このディレクターがね、これを宣伝していたとして、その他数名と一緒にね、逮捕されてるんですね。そしてね、こちらにあるんですが、その出来事は余裕であり、元ユニバースメキシコのディレクターでもあるマルタ・クリスティアナによって後に確認されている。フィゲロアの逮捕について記者に尋ねられた彼女はその通りよと答えた。彼女は自身がミスユニバースメキシコを突然辞任した理由はフィゲロアによる不適切な行動があったためだと語った。これはうまくいかないと気づいたの。対立が多すぎたわ。私は当時ある人物を腐ったリンゴと呼んでいた。彼はこのプロジェクトに参加しようとしていた多くの若い女性たちに問題を引き起こしていた。彼女たちは適切に扱われることも敬意を持って扱われることもなかった。その人物こそがホルフェ・フィゲロアなの。ということでね、今年のね、メキシコ代表と仲良く釣っております。この人物というのは、かねてからね、相当問題のある人物だと言われていて、今回もこの大会中に逮捕されているんですね。つまり、メキシコはね、そんなことをやっている一方で、タイでのプロモーションには協力しないのかと、もっとタイに敬意を払うべきなんじゃないのか、こういうことを言っていたんですね。なので、言ってること自体は筋が通ってるでしょ。なんですが、それはね、こんなライブ配信じゃなくって、内々にね、やればいいわけで、もうこれは完全にね、このナワット氏のミステイクでしたよね。その後ね、号泣会見もするんですが、正直ね、ちょっとパーソナリティには、結構問題がある方なのかなというような印象は受けましたね。ちなみにですね、このナワット氏は、ここね、ダミーとかね、ダムヘって、このように言ったと言われているんですが、全面的にね、謝罪はしているんですが、ここの部分だけは言っていないと否定していまして、自分が言ったのは、ダメージ。つまり、自分に対してダメージを与える。つまりは自分の品位を落とすとか、評判に傷がつくということですね。こうやって言ったんだと言っているようですね。なんですが、SNS で拡散されたね、この動画というのは、ここのテロップにね、ダメっていうように入っちゃってるんですよ。これ誰かが入れたんでしょうね。なので、このナワット氏がね、メキシコ代表をバカ呼ばわりしたということで、大炎上してしまったというわけですね。この彼のね、英語力自体があまり高くないので、この他の部分を見ていてもね、発音だけではなくって文法も結構めちゃくちゃなんですね。だからこの入ってるテロップがそれを修正しているというような感じ。実際にこのナワット氏が喋った英語を正確に文字起こししているわけではないんですね。なので、実際のところね、なんて言ったかというのはわかりません。ダミーなのか、ダムヘッドなのか、ダメージなのか、わからないんですが、彼がね、ダメージと言ったという動画は、ダムヘッドと言ったというテロップが入って拡散されたことにより、このね、本来何を言っていたのか、何を糾弾しようとしていたのか、というのは書き消されることになります。そしてその後ですね、このミスユニバースの審査員というのが、これを辞任することになるんですね。ミスユニバース2025で新たなスキャンダルが勃発。第74回ミスユニバース大会の決勝の数日前、スキャンダルが勃発し、選考過程の公平性と透明性に疑問が投げかけられていると報じられている。で、まずね、最初に離脱したのがこの方でした。審査員の一員であるミュージシャン兼プロデューサーのオマール・ハーフ氏は、トップ30を事前に選ぶための秘密投票があったと主張。これを理由に辞任を発表した。彼の説明によれば、その非公式の審査員団には、一部の出場者と個人的なつながりを持つ人物が含まれており、彼はそれを重大な利益相反だと述べた。彼に加え、元プロサッカー選手で指導者のクロード・マケレレ氏も予期せぬ個人的な事情を理由に審査員を辞退した。これに対してミス・ユニバース機構は公式の声明を発表し、これらの非難を否定した。というようなことでですね、今年のね、ミス・ユニバース決勝大会直前にね、この審査過程の不正というのが糾弾されまして、ここに重大な利益相反があるというんですね。これにより審査員が辞退することになり、さらにこれに対してミス・ユニバース側がね、声明を発表するということになりました。ということでね、長い前置きになりましたが、ここまでが前段のお話です。そして先日ですね、ついに、様々な審査というのを経まして、2025年のミスユニバースが発表されました。これね、誰になったと思いますか？もう冒頭でも言っちゃっておりますが、もう忘れたでしょ、そろそろ。ね、これ誰になったと思いますか？はい、こちら。メキシコが優勝しました。ね、これは言われるでしょ。なんだこれはと。こうなったわけですよ。ここね、もう一発目がすごいですよ。これ。
ね、テレビに何かぶん投げたんでしょうね。メキシコさん、クラウンの購入おめでとうございます。今夜、新しい買い手が誕生しました。彼女の優雅さ、強さ、そして輝く精神は、オーナーの心をつかみました。という皮肉ですね。そしてね、今この画像がね、めちゃくちゃ出回っているんですが、これね、何を言ってるかと言いますと、最後にね、5人ですか、ファイナリストが選ばれると。この時点でね、大変物議を醸していたんですが、この時にね、事前予想というのがされるんですね。で、このね、審査過程というのは、たくさんのオーディエンス見てますから、もうね、圧倒的に支持されていたのが、ここにあります、コートジボワールでした。Q&A とか、イブニングガウンとかね、様々な審査があるんですが、もう圧倒的にすごいと言われていたのが、このコートジボワールでした。なんですが、蓋を開けてみたらですね、この予想されていた順位と、綺麗に真逆だったため、こういう風に読んじゃったんじゃないのという、そういったミームなんですね。確かにね、ウォーキング審査に関しては、その差は顕著でしたね。正直ね、メキシコは、スーパーモデルの中にね、学生さんが歩いてるみたいな、素人が見ててもね、そのぐらいの差は感じましたね。ちょっと水着なんでね、ここでお見せすることはありませんが、ネット探すと出てきますんで、よかったらね、ご覧になってください。全然違いますよ。今回の優勝にはほんとみんなが驚いているというような状況なんですね。あとね、Q&A もこれに言われてますね。もう見事に答えたのがコートジボワールで、もうメキシコの回答はひどかったと。このように言われているんですが、蓋を開けてみたら、メキシコが優勝と。で、今回ね、メキシコが優勝したというのもあるんですが、これね、最も有力視されていたコートジボワールが最下位だったというのが、この疑惑にね、拍車をかけているんじゃないかなと思います。で、これを受けてかどうかはわかりませんが、この大会のホストがね、こちらになるんですが、実際のね、結果用紙というのを公表しているんですね。なんですが、これもね、このフィリピンの配置がおかしいとか、わかります？センター合ってないんですね。結局ね、詳細なスコアというのは公表してないじゃないかというような形で、これ自体もね、急遽作ったんじゃないのと言われてしまっています。で、こちらではね、ファティマ・ボッシュ自身がね、私がミス・ユニバースと、このようにポストしているんですが、ここもね、ひどいですよ。クラウンに値しないって分かっていて、なんで祝えるの？世界中があなたが勝ったのはコネのせいだって知ってるのに。ねえ、どういう気持ちなの？自分でガスライティングしようとしてるの？他の女性を貶めるようなことはしたくないけど、あなたがクラウンをつけていても、私たちのミスユニバースではありません。本当にふさわしかったのはコートジボワールです。最も不正が横行する競争。史上最悪の勝者。というような形で特にね、引用に関してはもうひどいことになっていまして、どこまで行っても罵詈雑言が並んでいるというような状況になっています。で、現在はですね、こちらピープルがね、独占記事を出しているんですが、辞任した審査員が主張、ミスユニバースのオーナーがメキシコ代表に投票するよう彼に圧力をかけていた。タイのバンコクでボッシュがミスユニバース2025に選ばれた後、彼はインスタグラムのリールを投稿し、彼女の勝利は偽物だったと主張した。これ辞任した審査員ですね。その前日に HBO の今後の企画のためのインタビューで、彼女が勝つと予測していたと述べた。ミスユニバースのオーナー、ラウル・ロチャは、ファティマ・ボッシュの父親とビジネスをしていると、彼は主張している。さらに彼は、ロチャとその息子が自分たちのビジネスの利益のために、メキシコ代表に投票するよう、彼に促したと訴えている。ということで、ここに出ているラウル・ロチャというのは、先ほどね、ミス・ユニバースのオーナーとありましたが、50% の株を持っている、メキシコの大富豪なんですね。そしてこの彼が、今回ね、ミス・ユニバースに輝いたファティマ・ボッシュの父親とビジネス関係にあると。だからこれを利益相反だと言っていたわけですね。本当であればね、まさにその通りですよね。ちなみにね、こちら現在ね、大変話題になっているんですが、これね、何を言ってるかと言いますと、ミスユニバース2025が八百長だったと証明する動画、優勝者が発表される瞬間、落ち着いて立ち上がり、ジャケットを整えているグレーの服の男は誰か。それは、メキシコ代表、ファティマ・ボッシュの兄弟、ベルナルド・ボッシュその人。彼は知っていたんだ。ということでね、ここでは何を言っているかと言いますと、ここに映っていますとある女性が、もう本当にたまたまです。この結果発表の瞬間を動画に収めてインスタに投稿しました。するとですね、この後ろにたまたまこのね、優勝したファティマ・ボッシュの兄弟、ベルナルド・ボッシュが映っていました。するとそのリアクションがね、明らかに自分のね、兄弟が優勝しているにもかかわらず、そのリアクションがおかしいと、全く驚くことも感情的になることもありません。彼はやっぱり結果を知っていたんじゃないか。このように言われているんですね。人それぞれね、感情の出し方というのは個人差ありますから、緊張のあまりね、こういった反応になってしまっている可能性もなくはないと思いますが、ネットではこのように言われてしまっているんですね。で、さらに面白いのがですね、この投稿主、最初にね、コートジボワールがファイナリストの最下位として呼ばれるんですが、全く納得していないんですね。で、さらにはメキシコが優勝した時も全く納得していません。つまり、これがですね、世間一般の反応となっていて、で、さらにその後ろに、その優勝者の兄弟がおかしなリアクションで映っているという、情報量多すぎの動画なんですね。Mexico!
こちらね、ミスユニバースの公式アカウント。彼女が私たちの正式なミスユニバースです。いいえ、彼女は違います。コートジボワールの方がふさわしいと思います。彼女はかつて名声のあったこの大会の腐敗と政治の象徴になってしまった。私たちのって言わないで。メキシコ人と他のラティーナ以外、誰も祝ってないという事実が全てを物語っている。それが公式だと強調して正当化しなければならない時点で、それが全てだと思う。公式に最も受賞に値しない優勝者。母国だけが祝っていて、世界中が抗議している唯一の優勝者。パパ、クランを買ってくれてありがとう。ミスユニバースの組織にはもはや信用が一切ない。なぜこんな腐敗した大会に参加するために努力をするのか。彼女の美しさはいつか衰えるが、詐欺師であり、受賞に値しない女王として、大会史に永遠に記憶されるだろう。これは決して忘れられない。はい、ということで本日はですね、先日、ミスユニバース2025にメキシコ代表が選ばれまして、これが大炎上してしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。まあこのメキシコ代表に関してはですね、最初のね、この騒動の時にはよくやったと称賛されていたんですが、一点これがね、優勝しますと、これはさすがにおかしいでしょうというように言われてしまっている状態なんですね。だから以前ね、騒動になった件の告訴を避けるためにこれあげたんじゃないのなんてね、そんな声もあるくらいで、まあ右を見ても左を見ても、このミスユニバースは腐敗していると、このように言われてしまっているんですね。ただね、これ現時点で、このね、メキシコ側に何か不正があったという証拠が出ているわけじゃないんですよ。なんですが、もっと審査員から出てきている話。それが、これを見ていた多くの人の体感と一致してしまったため、もうこの炎上が止まらなくなってしまっていると。これを糾弾している審査員もね、結果が出る前に利益相反があると言ってやめてるわけですから、全てが嘘とも思えないですよね、実際。だからこれに対してね、改めてミスユニバース側が何かしらの声明を出すのか、調査をするとかね。それと別の形でね、この批判者たちを批判していく方向に持っていくのか。このあたりもちょっと注目しておくといいかもしれませんね。昨今ですね、こういったミスコンの審査過程を、純粋な心でね、見てる人も少ないんじゃないかなと思いますが、今回に関しましてはね、2週間前までは、このメキシコ代表、めちゃくちゃ持ち上げられていたところからの、その世論の転落だったので、特に注目を集めていると。だから日本でも一部界隈が、なんでメキシコが名指しされたのかという理由は完全に無視してね、異常なまでに称賛されてたでしょ。だからその落差が凄まじかったんですね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。